どうも、たつあんです。本日も動画をご視聴していただきありがとうございます。今回はスモークサーモンと青さのりを使ったクリームパスタのレシピの紹介です。スモーキーなサーモンの味わいと磯の香りがとってもハマります。この動画を見れば失敗せずにクリームパスタを美味しく作るコツもわかりますので、ぜひマスターしていってください。きっと美味しい自慢のレシピになること間違いなしです。それでは早速作っていきましょう。本日の材料紹介です。スモークサーモンは4枚、約 50g 用意しました。バターを 10g、青さのりは小さじ1杯、牛乳と生クリームは 100ml ずつで半分ずつですね。塩、オリーブオイル、黒胡椒。パスタは乾麺のフェットチーネを 80g。お好きなパスタでもできます。でも今回フェットチーネおすすめです。それではスモークサーモンを一口大にカットします。今回包丁を使うのはこれだけなんです。はい。パスタを茹でるお湯を先に沸かしておきましょう。今回ソースもほとんど混ぜていくだけなので簡単に美味しくできちゃいます。それではソース作りです。まずバター 10g をフライパンに乗せて中火でつけてゆっくりと溶かしていきます。焦がさないように気をつけてください。クリームパスタって煮詰めたり煮詰めなかったり火加減難しいですよね。どっちの作り方もあるんですけれども、今回はゆっくりと少し詰めていきます。生クリームと牛乳を入れて温めましょう。今回牛乳と生クリーム半々にしたんですけれども、生クリームだけでもできるんですけども、ちょっとね重くなっちゃうので半々がおすすめですね。お好みでアレンジしてみてください。ソースが沸く寸前まで温めたら塩を少々入れます。ここで軽くで大丈夫です。ゆっくりと温めて少しずつ詰めていきます。お湯が沸いたのでパスタも茹でていきましょう。パスタは8分茹でなんですけども、アルデンテ7分を目指して、その2分手前5分をお鍋で茹でていきます。残りはソースで絡めて2分茹でます。フライパンのソースの状態なんですけども、弱火でゆっくりと1割程度詰めて OK です。そろそろパスタも茹で上がるんですけれども、茹で上がりましたらこのままフライパン先ほどのソースのところにパスタを移していきます。ソース作りそんなに難しくなかったので同時進行でやりましたけれども、心配な方は先にこの状態まで作っておくと安心してできます。その際もソースが冷めてしまいますので弱火で少し温めておいてくださいね。それではパスタをソースに移してゆっくりと2分間ほど茹でていきますね。こうすることによってワンパンパスタの時と同じように麺にスープがしっかりと吸ってもっちり美味しく仕上がります。この時点でパスタの硬さ、塩加減チェックしておくと後で味付けしやすくなります。ソースの中で煮込むことによって塩分や濃度濃くなっていくのでしっかりと味見はしましょう。残り1分のところで青さのりをソースに入れてしっかりと混ぜます。クリームと青さのりのバランスってすごい相性良くて、仕上げに入れるスモークサーモンをうまくマッチングさせてくれるんですよね。ですので青さのりを入れるタイミングは茹で上がりの1分前がベストです。ここで少し胡椒を入れて調整します。サーモンはまだです。そうしたらソースの濃度なんですけども、一応このぐらいベストなんですけども、時間が経つにつれやっぱり吸ってしまいますので、この後少しパスタ湯で足して伸ばします。ここに来てスモークサーモンやっと投入するんですけども、もう本当にこれはパスタとスープに絡めるだけのイメージで混ぜてください。サーモンをあんまり早く入れてしまいますと熱でサーモンがもうおにぎりの具の鮭のようにパソパソになってしまいますので、くれぐれも最後にささっと入れて和えます。ここでもう一度しっかり味見します。少し塩分足らなかったので2つまみ程度足しました。胡椒とオリーブオイルを足して仕上げます。そうしましたら先ほど言ったようにパスタがソースを少し吸ってしまっているので茹で湯で調整しました。ソースの濃度もお好みあると思いますので調整してみてください。ただやっぱりクリームパスタ少し汁気があった方がよくパスタに絡んでしっとりとしていて美味しいですよね。はい、できました。それでは器に盛り付けていきましょう。冷泥にトングでくるくるっと巻きながら盛り付けます。
こうすることによって綺麗に盛り付けられてまとまるのでおすすめです。で、残ったパスタ最後巻けなかった分は上からくるくるっと巻きつけるように盛ると上手に盛れます。そうしましたら最後綺麗にソースをたっぷりかけましょう。オイルと胡椒で仕上げます。サーモンと海苔のクリームパスタ完成です。いただきます。このパスタこってりしているように見えますけれども、牛乳と生クリーム半分で割っているのでとっても食べやすいです。そこに海苔の香りとサーモンの旨味、もう最高です。クリーム系のパスタは火入れさえ間違わなければ難しくありません。もし生クリーム余っちゃった時なんかもあるかと思うんで、そういう時にはこのレシピを思い出して作ってみてください。またね、青のりがアクセントになって普通のサーモンクリームパスタとはまた違った味の広がりを実感していただけると思います。パスタは簡単なようで奥の深い料理だと思います。ですが身近な食材でアレンジすることによっていつもと違った美味しいパスタできます。料理人たつあんのパスタレシピ気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。